はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、今はね結構夕暮れ時でして、時刻は、午後6時50分、もう7時になるんですけど、ちょっとね夕日的な日です夕日的で日ですね。はい。結構もうね、フランスこの今のナントという町に住んでますけど、ナントはかなり涼しくなって、20度前後ですね。もう早くもね、ちょっとね、木のね、紅葉が少し始まった雰囲気があって、なんか黄色い葉っぱ、赤い葉っぱが見れるようになりましたね。早いね。はい。最近のフランスはね、日本でじゃない、間違えた。ニュースで、全然違うね、日本とニュース。大丈夫、私の頭。ね。最近のフランスは、ニュースで皆さん、ご存知かもしれませんが、デモンストレーションがね、激しくてですね。フランスの首相が変わりましたという。はい。ということでですね、ちょっと皆さんにね、フランスっぽいなっていうところをちょっと紹介したいんですけど、これね、街を歩いてたら、若い方に、多分学生っぽい感じの方に、もらいました。このチラシはね、デモンストレーションがありますという、はい。あんまりよく何を書いてあるかわからないですけど、デモンストレーションがあるよという案内でございます。はい。なんか、私はあまり街の中心に住んでないので、デモンストレーションの影響は一個もないんですけど、道が通れなくなったりとか、電車が止まったりとか、電車の路線、バスの路線が変わったりとか、そういう影響が結構あります。はい。フランスはね、やっぱ革命かわいいね。革命の国なんでね。やっぱこういう、国民がね、この主張する異議を唱えるみたいなことがやっぱり、伝統文化としてすごく、日本に比べると全然ね、多くて、はい。この、熱がありますね。はい。結構、ナントのね、このデモンストレーション結構ね、激しいらしいんですけど、たまに確かにデモンストレーション終わった後は、街のものが壊れてたりとか、窓ガラスが割れてたりするんですけど、今回は多分、マクロンさんね、今の大統領のマクロンさんに対するデモンストレーションみたいなね。はい。どの国も今混乱の政治ですけれども、でもなんかね、皆さんにちょっと注意点というか、私はよく知らないけれども、ちょっと聞いた話だと、フランス人がデモンストレーションで激しくぶつかってるってよりは、このデモに乗じてね、ちょっとなんか物壊したい人とか犯罪を犯したい人みたいな人が紛れてそういう激しくなっちゃうっていうこともあるそうなので、はい。フランス人全員が激しいっていうわけではございません。はい。ほとんどの人が通常のデモンストレーションをされているという状況。はい。面白いって言ったらあれですけれど、文化的に見ると面白いですけれども、状況は全然面白くないよね、みんなね。不満があるんだからね、政治に。はい。ということで、はい。そんな感じ。今日はですね、何の話をするかというと、日本のそろそろ恋しくなってきたよねっていう話で、私ね、もうフランスの帰国日が決まって、10月の下旬にチケットを買ってもうようやく帰るので、もうあと1ヶ月ちょっとしか時間ないんですよ。ただね、やっぱりちょうどね、この1年ぐらい経ってきて、そろそろちょっと日本が恋しいなと、ちょうど思ってくるぐらいの感じだったんで、ちょうどいいなと。帰国をするのはちょうどいいなという時間です、今は。はい。この先の人生、はるかさんどうなるのとか、どこに住むのとか、またフランスに戻るのとか、そういう話はまた別で、はい、お話ししますけれども、今回は何が恋しいんじゃっていうね。日本の何が恋しいんじゃお前はという話です。はい。大きく分けて、ちょっと待ってメモしたんだけど、大きく分けていくつだっけ？大きく分けて、1、2、3、4か。
4つ私が恋しくなっているものがあります。ぜひ皆さんもね、なんか海外に行った時とか、例えば日本に住んでる人とか、自分の国のふるさとの何が恋しくなるのかっていうのをぜひ教えていただきたいですね、コメントで。はい。私はなんか東京に住んでる日本人として海外に住んだ時に何が恋しくなるのか。今日はちょっとその話をしたいと思います。はい。まず一つ目。もちろん、食べ物。これはね、もう皆さんありますよね。ふるさとのあの味。恋しくなるよねっていうやつ。何が恋しいですかはるかさんっていうと、いろんなもの、もはやすべての日本食が恋しいんですけれども、なんとはね、日本料理屋さんあるんだけど、やっぱなんか、超大都会じゃないので、そんなにないんですよ、日本料理屋さん。もうラーメン屋さんか寿司ぐらいの、この二択ぐらいの感じですね。でもちろん味もね、そんなすごい美味しいわけでもないのではい。寿司もね、やっぱ、ネタが結構決まってきてね、やっぱサーモンとかアボカド系とかそういうのが多いしね。で、食材もね、めちゃめちゃ高いです、日本の食材。全然手に入らないし、やっぱ、買えるんですけど、日本と同じものじゃないんですよ。例えばなんかこう、味噌一つでも、味噌売ってますよね。日本で手に入るよねって言っても、買えるんだけど、いい品質のものじゃないとか。これ日本で作られて日本で普通に売られてる味噌と全然違うよね、みたいなものですね。はい。そう。だから食べ物で、最近私がすごくよく考えるのは、家に帰ったら、まずね、何を食べたいですかってよく皆さんに聞かれるんですけど、はるかさん、まず日本に帰ったら、まず何にしたい？何食べたい？ラーメンですかとか、牛丼ですかとか言われるんですけど、マジで、マジレスすると、白いご飯。白いご飯。で、私が最近ね、想像してるのは、家に帰ります。ただいまーつって。で、まず、モニャに、私の猫ちゃんのモニャを、おにゃ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 モニャってして、うちのお母さんによっつって、お父さんによっつって、ただいまただいま言って、それから、白いご飯、炊きたてご飯をお茶碗に継ぎます。パシ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 。で、その上に、梅干しを乗せます。はい。そして、海苔と一緒に食べます。そして、お味噌汁を飲みます。以上。もうこれが最上級に贅沢な日本に帰国したらすぐに食べたい食べ物です。梅干し、ご飯、海苔、味噌汁。その後に多分納豆とキムチかな。きますね。キムチはね、別に日本のものじゃないんですけれども、納豆キムチコンビネーション私大好きなのね。納豆とキムチ一緒に食べるとめちゃめちゃうまいのよ。しかもどっちも発酵食品だから、すごく体にいいです。もう血液サラサラです。ね。あと、うどん。こっち、うどん全然ないのね。うどんあるけど、偽物みたいな。偽物みたいなうどんしかないのよ。どうしてもね。そりゃそうだよねって。はい。ってことで、うどんも食べたいなという。食べ物はやっぱ恋しいですよねって。でも多分ね、日本に帰ったらね、フランスのね、チーズとか、バケットとか、そういうのは恋しくなるんだろうなと思いますけれども。やっぱふるさとの味が一番だなというのが正直の今の恋しいという気持ち。次はですね、日本のやっぱこう、接客かな。誤解がないように言いたいんですけれども、フランスのこのナントの街の接客は、良いっていうか悪くないっていうか、なんか良いです。なんか、よくね、なんかフランスの接客は良くないとか言われるんですけれども、ナントは結構いいです。はい。人によりますけれども、基本的に人は優しい。ナントの人の。私がなんかすごい適当なっていうかなんかもうダメなフランス語でお話ししても、なんか聞いてくれるし、なんか英語に切り替えて、向こうも英語喋れない人でも一生懸命私と会話してくれるようにするし、
なんかとにかくみんな優しいんですよ。うん。ただやっぱなんか、こうお話しするときに、日本スタイルの接客もすごく、恋しくなりますよね。なんかいらっしゃっせーみたいな感じ。ご注文どうぞみたいな。はい、はい、テキパキした感じ。タカ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 。なんか、まあ、フランスは結構ゆったりしてますね。この、すげえ早いみたいな人はいないんですよね。日本の、日本の接客ってすげえ早いじゃん。ピピピピピ、なんとかが1点、なんとかが1点、合計でなんとかなんとか円です。お支払いはいかがいたしますかみたいな感じで。超早いじゃん。ああいう接客スタイルがちょっと恋しくなってるな、みたいな。うん。あとなんかこう、無駄に優しい接客接客というかホスピタリティみたいな部分ね。例えばなんか、飛行機に乗ったら飛行機の外のスタッフさんがこうやって手振ってお見送りしてくれるとかさ。旅館に泊まったりしたら旅館の人がこうやって最後まで手を振ってくれてるみたいな。あるじゃん、そういうの。またお越しくださいとかね。なんか、ああいうのちょっと恋しくなる。なんか日本だな、みたいな。はい。ちょっと恋しくなりますよね。うん。はい。まあでも、南都の人でマジ優しいですよ。本当に。なんか聞いてた話は、フランスの接客はなんか結構ひどいみたいなね、聞きましたけど、全く嫌な思いをしたことがないですね。はい。まあちょっと怖い人いるけど、なんか不機嫌なのかなぐらい。はい。まあホスピタリティ的な接客部分ちょっと恋しいなと。はい。あと、次はね、バラエティ。日本のバラエティが恋しい。バラエティっていうのはテレビ番組ですね。結構お笑い系の番組。うん。バラエティ番組。もう結構私最近は我慢できなくて、VPN、契約して、日本のバラエティを TVer で見てます。はい。それから YouTube とかで結構、お笑い芸人の YouTube とか、なんかそういうなんていうのテレビ番組風の YouTube を見たりとかしてますね、日本の。やっぱ日本のバラエティ番組って結構独特だなと思うんだよね。と思わないなんか数多いんだよ、すごく。お笑い系のバラエティ番組。で、なんかアイドルとか結構出てるのね、バラエティ番組で。で、アイドルもすごくね、お笑いの能力が高いのよ、日本のアイドルって。めちゃめちゃ面白くて。最近はスノーマンとか、タイムレスとか見てますね。お笑い芸人じゃねえや。アイドルだわ、あの人たち。そう。でも日本の独特なバラエティの雰囲気とかすごく、うん、恋しいというかリアルタイムで見たいなと。で、わはははって笑いながら、なんか夜を過ごしたいなっていう気持ちはやっぱありますよね。まあ自分の国の番組だね。ドラマとかじゃなくて。うん、恋しいね。なんかフランスで一個見たことあるのは、なんかめっちゃフランスっぽいなと思ったんだけど、なんか無人島で、なんかサバイバルするみたいなテレビ。めちゃめちゃフランスっぽいと思った。なんか無人島で、なんか男性女性みんな5人5人とかで、なんかサバイバル生活するみたいな。で、なんか生き残るために、なんかちょっとの食材しかないし、武器とかもないみたいな感じで、なんかいろんな試練を乗り越えていくのね。で、なんかチームに分けて戦ったりもするんだけど、その無人島みたいなところで。で、それでなんかこう、メンバーの中で、なんかこいつ使えねえなとか、なんか落としたい人っていうのをなんか一人選ぶのね。で、なんかみんなから決められて、君落としたいです。君帰ってくださいって人選ばれて、その人は脱落みたいな。そういうなんかサバイバル番組をね、ちょっと見て、フランスの。日本とやっぱ全然違うな、みたいなこと思いました。面白かったけど、なんかフランスに強いなっていう。うん、自然の中で生きていくみたいな。結構有名な番組らしいんですけど。はい。面白かったです。それは。フランスのね。うん。はい。あともう一つはですね、最後にね、日本の音が恋しい。すべてにおいて。これ何回も言ってるけど、音。まず、電車のメロディーだよね。なんか、まもなく一番線に、みたいな。電車が参ります。黄色い線の内側までお下がりください。みたいなね。もう、このアナウンスとかがすごく
恋しい。ね。なんかね、フランスのね、トラムとかバスとかって、何も音がないのね。まあ、電車をたまに音が鳴る時があるけど、新幹線みたいな電車とか、基本的に音がないのね。だからなんか、静かというか、やっぱなんか音楽欲しいんだよね。そう。あとなんか街並みの音も、なんか日本って音多いよねと思う。なんかこう、スーパーとか行ってもさ、なんか例えばドンキホーテの音とか、なんか信号待ちする時とかも、なんかピッポー、ピッポーとか鳴ったりとか、なんかとにかくなんか音が聞こえるんだよね。うん。日本って。まあ、特に東京ですね、これは。うるさいと思う人もいるんだけど、やっぱちょっと恋しいなっていう。うん。で、なんかスーパーとか、まあ、コンビニとか行くと、日本で何かしらの音が流れてるんだよね。スーパーとかなんか焼き芋が売ってるところで、なんか、てっててっ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 てみたいな感じで。一生家に帰ってもずっと頭の中に流れてる。なんかポイント5倍の音楽とか。あれどこの店なんだろう。私が覚えてるのは、ポインポインポイン、5倍5倍、ポインポインポイン、5倍5倍っていう音楽。これはどこのスーパーだろうな。なんとか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 、ポインポインポイン、5倍5倍。ライフかな。いやーちょっとわかんないね。家の近くはライフがあったんだけど、なんかスーパーの音、うん、めちゃめちゃ恋しい。だからね、フランスのね、スーパーにはね、結構フランスの曲が流れてるんだけど、結構音がちっちゃくてあんまり聞こえないね。うん。そう。で、お店とか入っても、日本だと結構 J-POP とか、レストランとかで J-POP とか流れてんじゃん。ね。でもなんかね、基本的にちょっと静かだね。フランスの。まあ、それもいいっちゃいいんだけど、ゆったりできるから。でもなんか日本のガチャガチャした感じ、すごい恋しいなと思いますね。スーパーの音何なんだろうね。耳につくんだよね。てってん、てってってってん、てってん、てってってん、てってん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 、てんてん、てんてん、てん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 、てん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 、てん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 、ちゃん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 。全部覚えてる。はい。ってな感じですね。皆さんは自分の国の何が恋しくなるんでしょうか。まあ食べ物はもちろんあると思うんですけど、どんなもの？人はあるかもね。私は日本人あんまり恋しくならないんだけど人はあるかもね。うん。はい。ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。そろそろ日本に帰るよっていう報告でしたね。はい。もう今はもうお土産何にしようかなとか、フランスで何しようかな残りの時間とか。まあ日本に帰ったらどうするかが結構一番考えてることですけど、どこに住むとか、どんな生活するみたいなことがまだまとまってないので、あと1ヶ月でいろいろ考えていこうかなと思います。いや、めちゃめちゃ楽しみ。でも、日本に帰ったらまた新しい生活なんだけど、ちょっとゆっくりはできないけど、やっぱ楽しみだね。新しい場所に住もうっていうワクワクがあります。はい。ということで、今日は日本のもので恋しいものについてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あとサニーサイドジャパニーズ、こちらのメンバーも募集しております。はい。そしてサニーサイドジャパニーズポッドキャストもございますので、ぜひ聞いてね。あとゆうゆうさんの春とゆうゆうのゲームで日本語というチャンネルがありますので、ポッドキャスト作ったりとか一緒にゲームしたりとか楽しんでますので、ぜひ皆さんもゆるく見ていただけたらと思います。はい。そしてペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではボーナスコンテンツを
ゲットできるので、ぜひ、ボーナスコンテンツ見たい方、そして私のサポートしたいと思ってくれるその優しい方、そこのあなた、ぜひメンバーになってみてください。はい、そうね、そんな感じで、いやマジでね、なんか日本に帰ったらまたちょっと全然違う生活になると思うんで、なんか新しくやりたいこととかもいろいろ考えています。はい、お楽しみに。ということでまた次回、さよなら。